韓国ソウル地下鉄ヨンサン駅。ヨンサン駅の入り口は地下ちゃうねんけどな、なんて思いながら着いた。今日行くところはこっちやな。おお、こんなとこで世界的なスターがおった。わっはー、マリオ、マンマミーヤ。いや、初めてやったわ、マリオのモノマネ。てかこのヨンサン駅に期間限定でポップアップストアができてるらしい。ちょっと行ってみたいな。でも俺ゲームやるともう家から出えへんようになるからあかんねん。廃人なんねん。え、マリオ、オキドキ、ルイージ、ピーチ姫、ヨッシーも。あれ、クッパは久々にマリオやりたいな。お、スーパーマリオブラザーズ、スプラトゥーン、集まる動物の森、ゼルダ、そして下の方にピクミンもおる。もうこんなん見たらゲームやりたなるやんかと思いながら視線を動かすと、横にはドラゴン。そう、ここはドラゴンヒルスパ。チムチリバンとかもあって外国人には人気のスパ施設やってんけど、廃業中とか休業したとかいろんな噂がある。でも見た感じやってんちゃうか、そのままやし。ちょっと行ってみるか。ご飯食べる前に一汗流して、その後の一杯目がなんともたまらんうまいね。決まり、ちょっと一汗流してきます。中真っ暗やってんけど全然やってへんわ。また以前の姿のように再会するのを祈願して俺は飯を食べに行く。再開発されたけどこの辺は古い店も多い。ラモンチュオタン、ラモンで俺はほんまに食べたことあんで、うまかった。そんな時横から大きな視線。はあ、はい、でかい、でかすぎる、空が見えへん。 BTS、セブンティーン、エンハイフンなど世界的にも有名な K-POP アイドルが所属する総合エンターテインメント会社 We Believe in Music。 この会社のキャッチコピー、この日もこの前で写真撮ってる外国人の方がようけおった。もう一人の俺が何度か一緒に仕事させてもらったエンハイフンのヒスン君、誕生日かいな。おめでとう。まあだいたい2倍以上の年の差なんだけどね。ファンの力は偉大なり。どこや、なんかこの辺道ややこしいな。こっちか。とりあえず行ってみよう。さらに細かい道に入ってきた。合ってる。目の前は高層ビルばっかりやのに、このコントラストが今の4さ。俺結構好きやで。ああ、ここやったんかいな。ちょうどええ時に列車入ってきたけど、ソウルで踏切ってなかなか珍しい。そう、俺が感銘を受けたドラマの一つでもあるマイディアミスターの撮影地。まあいろいろあったけれども、俺の口からはまた改めて言わへんけれども、あのドラマは最高やった。演出も繊細で丁寧に描かれてたし、この景色見てもうたらドラマもう一回見て。ああ、ご飯。人生は外力と内力の戦いである。俺は一生懸命内力を鍛えんとあかん。食べることは止まらんけど。さあ、踏切を渡るとそろそろ見えてきた。着いた。早くもっこしミシュラン認定店。取っ手がビール瓶。おい、酒飲まなあかんやないかいと思いながら入店です。こちらのメニュー、メインメニューはタッカルビ。その他にはマッククスやケランチム、サリ類などが置いてある。食事は1時間40分内にお願いします。そう、ここすごい人気店なんよ。チュンチョンからやってきた生鶏を使ってるということ。そうなんや、俺鶏年やから。 닭갈비 2인분 하고요. 네. 소주 한 병 주세요. 네, 소주 서비스로 드릴까요? 진로 있어요? 네네. 네, 진로 주세요. 注文完了。店内の匂いだけで舌が出てもうた。ふと横見るとすごい数のサイン。これ実は一部ですね。向こうの壁にもぎっしり。もう誰が誰かわからんなと思いながら用意してくださった基本のおかずはニラの和え物、白キムチ、キャベツの千切り、わかめの冷たいスープ、ニンニクとサムジャン、そしてサンチュ。きた。掴んだ人狼ちゃんをぐる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 。俺も鳥年やから生鶏の仲間になってやるぞローリング。何言うてるか分かれへんねんけど、とりあえずオープン。マイディアミスター見たらまたこれ焼酎飲みたなんねん。確か登場人物が飲む前にペロっていうシーンもあったはず。なんて思いながら一杯。ドラマ見て寝酒に一杯ビンガーク。ありがとうございます。
焼酎が喉から落ちていくと同時に運ばれてきた。でかいしゃもじ、今日はこいつにお世話になるわけか。出てきたよだれを飲み込み、鳥と戯れに出かける。しゃもじを入れた瞬間、コンサートホールに来たんちゃうかなと思うほど音が耳に広がる。耳から入ってくる刺激、目から入ってくる刺激がもうたまらん。そして鼻から自ら刺激を求める男。でもこれ生の鶏肉やから結構な時間かかる。熱い。そんな時は応急処置。これは我慢強さが試される。鳥が鳴くか、俺が鳴くか。まず焼酎入れた口にはやっぱりわかめの冷たいスープ。わかめが全く取れてない。そんなことは関係なく一口の一気に口の中がさっぱりする。あかん、やっぱりスプーンがちっちゃすぎるね。あのしゃもじぐらいの大きさのスプーン欲しいわと思いながらさっぱりさを体いっぱいで感じる。そしてわかめもきゅうりも口の中へ放り込む。あ、ちょっと飛んでもうた。そうか、今日この鳥が羽ばたいたらまた汚してまうで。店内を確認。よし、これで大丈夫やろ。一安心したところでやっぱりちょっと暑いから上着だけ脱いどこ。これで準備万端。ホッケの中のジェンロちゃんもタッカルビを除く。強火でずっと炒めてるからあのしゃもじで本当はずっと混ぜてなあかん。そうしないと下の方が焦げてくる。我慢強さが必要だというのはそういうこと。そんな我慢強さが俺にはあんのか。下からこんだけええ匂いがしてんのに。そんな時店員さんに追加の具材は今言った方がいいと言われる。ということで치즈살을 하나만요. 쫄면살이 하나. 俺が大きいしゃもじと仲良くなれなかったのを見て店員さんが混ぜてくれる。ここ忙しい店やから他のお客さんの対応もあるのにありがたい。そんなありがたさで気が緩んだのか、ヤンニョムの蒸気で鼻がムズムズ。やっぱりでもこのビジュアルは目に焼き付けたい。キャベツから出た水分でええ感じになってきてる。俺もええ感じで危険になってる。でも何にも出ない。ずっとムズムズ。ここでチョルミョン投入。さすがこの大きなしゃもじを使いこなしてる。ぐる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 天まで届きそう。今日から師匠と呼ばしていただきます。 1단계로 만들어줄 수 있어요. 1단계. 師匠の言うことは絶対や。何なりとお申し付けください。師匠はハサミのプロでもあり、その上からチーズが振りかけられる。おお、一足早い雪景色。もうそろそろ食べてええんかな。あ、 2분이 지나면 불을 꺼주세요. 2分ですか。師匠の言うことは絶対や。2分や2分。さっきの雪景色ちょっとだけ見てみたい。いや、師匠がそばにおる。2分や2分。焼け酒や。そんな時師匠から火を切ってもいいというお言葉が入る。完璧な雪山。これ登るには愛禅必要やで。待った甲斐があった。ほんまに我慢してよかった。師匠、学ばせていただきました。真ん中から箸を入れていく。チーズがええ感じに溶けてる。これが2分の力。まずは雪の中に隠れてる鶏肉を探す。よし、捕まえた。あなたに会うのを楽しみにしてました。とりあえず熱々やから丁寧に夫婦。扇風機ではなくサーキュレーター並みにする。そして一口。雪山に足を踏み入れた俺は鶏とアイコンタクトを取り、タッカルビの山頂を通り過ぎていた。長い時間かけて炒めたからもちろんお肉は柔らかいねんけど、ホロホロとしたお肉の後に感じる何とも言えないしっとりさ。生の鶏肉から作ってるからこんな風に感じるんちゃうかなと思う。そして次行かなあかんのはこいつ、チョルミョン。チョルミョン独特の粘り気とチーズが完全に混ざり合ってなかなか取ることができ、欲望の箸使いの行く末は天国への一本道。あかんあかん、そんなことしてる場合ちゃうねん。とりあえずチーズを上の方に引っ掛けて、まだまだ伸びるチーズも具とともに上の方に一緒に引っ掛けてぐるぐるペロペロ。今日の中で一番完璧。夫婦は入念に息継ぎ夫婦してそのままパクリ。
チョルミョン本来のもちもちさで噛み切ることができず、そのまま残りも一気にパクリ。チーズのまろやかさが入ってるものの、ここのヤンニョムと麺のもちもちさがよう合う気がする。これはうまいわ。鶏肉といい麺の加減といい最高。最高ついでにこいつも口の中へ入りたがる。そしてまた鶏肉。ああ、こいつもおった。エゴマの葉っぱ、熱でしなしなになっている。鳥の餌には申し分ないやろ。エゴマの葉っぱの香りが柔らかい鶏肉を包み込む。鳥は鳴かずに俺は吠える。お餅も入ってた。ええ感じにヤンニョムと絡まってる。こういうとこに入ってるお餅は中はもちもち、外はカリカリ。この食感よ。まだまだ具材はある。ゴロゴロ入ってたキャベツ。チーズがまた天国への道を示してくれるが、上からぐるぐるペロペロに。口パクパクさせて迷ってるけど、こいつは下からチーズの端を渡っていく。一歩ずつ、そしてキャベツにたどり着く。熱が入ったキャベツは口全体に甘みが広がる。そしてまたチョルミョンを持ち上げる。大丈夫かな。麺物はもうこうプラプラするから。さすがエプロン様。麺類はラーメン、うどん、チョルミョンと3種類あるけど、チョルミョン選んで大正解。エプロンもつけて大正解。俺は今スターを取ったマリオ状態だ。マリオはキノコ、俺はさつまいも。だいたいこういう料理の中で隠れ一番美味しいっていうのがこういうもんやったりすんねん。ほらな、ホクホクとした甘みとこのヤンニョムとのマッチング。これはまた無敵状態になってまうで。無敵時間延長のまま焼酎を一杯。そんなお口に白キムチ。あれ、白いお皿が赤く染まってるけど無敵状態やからな。ブルントゥ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 。ゲームオーバー。韓国エプロンあるある。エプロンのないとこに限って飛んでまう。ジンノちゃん、もうそんな可愛い顔して。一連のコントが終わったところでまた鶏肉をつかむ。ああ、これもあったな。サンチュを1枚、その上に鶏肉を優しく寝かしてあげる。よし、こいつもあった。ニンニクを1枚つかむ。それをサムジャンにたっぷりつけてあげる。サンチュの上に舞い降りる。舞い降りたと同時にサンチュを巻いてあげる。いつもサンチュと一緒に食べるときは欲望丸出しでだいたい入れすぎてまうねんけど、これぐらいがちょうどええ。分かってきてんねんってこっちも。ほら、一口でちょうど入る。サンチュと一緒に食べるときは一口がいっちゃうまい。お前もいっちゃうまいで。千切りのキャベツ、ちょっとしたお口直しにはちょうどええ一品。ちょっとしたお口直し、そんな言葉俺の辞書にはない。いや、過去にはあった。でも今はない。ほら、キャベツの甘みにやられて一気に食べてもうた。完食で、怖いところは全部食べてもうてから、あ、全部食べたんやみたいな顔してるところ。そしてこのニラの和え物、一口口に入れるだけで分かった。わあ、これうまい。ニラの和え物で思い出す。そう、알볶음밥 하나만 주세요. 네, 잠깐 기다리세요. 네. こうやって食べてる間にもお店は満席になってもうた。待ちます。一度お鍋を強火で温め、その熱で焦げたものを大きなしゃもじでしっかりときれいに取ってくれる。油が飛ぶから気をつけてくださいよと言われたので後ろに避難。俺の出る幕はもうないこの店では。どうせまた鼻ムズムズなるだけやもん。少し残しておいた具は早すぎて止まってるかのように見えるハサミさばきで細かく切ってくれる。そして豆乳とびっこ入りチャーハン。残ったごま油までも丁寧に入れてくれる。本当にお忙しい中チャーハンは作っていただける。とくとみよ、この手さばき。お前は見てへんやないか。すぐ鼻がムズムズしとる。何がとくとみよや。なんて鼻のムズムズと戦ってる間に、こちらはもうほぼ完成に近い。タッカルビの広い鉄板に一気に広がるチャーハンの海。この手さばきを見てチャーハンにつくぐらい口が飛んだ。 한 20초 정도 있다 붓거든요. 20kg요? 1、2、3、4、18、19、20。下からマグマのように湧き上がるごま油。これはデザートにふさわしい。もう少しこの油で焦がしたろ。こんなもんかな。よし、あっつ、アホちゃうか俺は。熱いに決まってるやろ。鉄板からご飯を剥がす時のこのワクワク感、これが理性をなくさせる。だが次は同じ間違いはせえへん。前、横、後ろ、十分冷ました。
そして一口。おもう一度言う。これが理性をなくさせる。新しい技口内で冷ますという秘技を手に入れ、そのまま口の中に入れていく。熱いけど確かに感じるとびっこのプチプチ。これを一口味わってしまうとここで止まることはできひん。5分間の間で同じ間違いはしない。次はもうサーキュレーター並みにフーフー、コチュわさびフーフー。肺活量を大いに鍛えながら食べれるこのチャーハンはおすすめ。やっと脳にチャーハン食べてるぞという信号が来た。スプーンで一口チャーハンをすくい、そのままスライド。残ってた白キムチも乗っけてあげる。欲望が溢れすぎ、その欲望さえも噛み砕いてやる。白キムチの酸っぱさがご飯によう合う。ほんまはマッククスも食べたかってんけど、今日はもうこれでお腹いっぱいや。次の楽しみにしとこ。さて、そろそろ最後の一杯ぐらいになってきたな。チュンチョンにまで聞こえるほどの最後の一滴まで。最後の一杯。まあちょっとは飛ばしてもうたけど大きな被害はなかったということでエプロンにも感謝。さてよいしょ。もうそろそろ外も寒いやろうからしっかりと上着着ていかなあかん。ちょうど目線の高さにチョジヌン先輩のサイン。今まで3本ぐらい同じ映画でお世話になった先輩。優しい方なんよ。ちょっと油で額が汚れてるから拭いてあげよう。また現場でお会いしたいっす。ヨンサンにある生の鶏肉から作るタッカルビ専門店。出る時もウェイティングの方が何組かおられた。それだけの人気店。それだけじゃなくほんまにうまかった。大満足や。いやー、それにしても今日は食べ過ぎたかも。お腹いっぱい。運動せなあかんわ。なんやこれは。フィットネスバイクかな。なんか道の真ん中に数台捨ててあるで。これ使えんのかな。おお、回る回る。ちょっとサドルの位置と足の長さが合ってへんねんけど、運動して帰ろう。チャイモゴスミだ。